今回は FW14B のパート6です。パトレーゼの判断ミス。92年のパトレーゼはなぜマンセルよりも遅かったのか。前年の91年はマンセルよりも早い時もありました。だけど92年はすっかりマンセルに勝てなくなりました。それにはドライビングテクニックとしての理由と、あと他に彼自身の判断ミスで自分の地位を弱くしてしまったということがありました。その2点を紹介したいと思います。これは割と近年のインタビューです。あなたは基本的に電子機器をあまり信じていなかったという気がするのですが、信じていないという表現は大げさかな。ただ高速コーナーで G がかかってステアリングが重くなるときに、私にはとても耐え難い力が加わったとしても、ナイジェルなら力でねじ伏せることができたのは確かだ。高速コーナーでハンドルがとんでもない重さになって、パトレーゼはそれを支えられなくてもマンセルならそれができたと。それはそういう面もあるでしょうけども、ここでいきなり突っ込みたいのが、例えば雨のレースじゃあパトレーゼ早かったのかっていうと、別に早くないですよね。スペイングランプリなんか自分でスピンしてリタイアしちゃいましたよね。ステアリングの重さが問題なのであれば、雨のレースだったらマンセルに勝てたはずです。雨の中島と同じ理屈ですね。はい、そして91年と92年を比べてみればよくわかる。91年はまだトラクションコントロールがなくて、スローコーナーの出口では私の方が明らかに速かった。スロットル操作の繊細さでは負ける気がしなかったからね。それが92年になるとトラクションコントロールの導入で、ナイジェルのスローコーナー出口での欠点がうまい具合にカバーされていた。ドライビングスタイルに合う合わないの問題だったわけさ。92年にトラクションコントロールが装備されて、それがマンセルの欠点をカバーしてくれた。だから速くなったと言ってますね。これもそうなのかもしれないです。91年確かにパトレーゼの方が速いレースがあったのはそういう面もあるんでしょう。ニウエさんはパトレーゼについてこう言ってます。リカルドは最後までナイジェルのレベルまでいけなかった。ターンインでの奇妙な不安定さを察知すると、彼はスロットルを戻してしまうか安定したと感じるまで開け始めることができなかった。そしてその経験が彼の自信を損ない、次の週にはもう同じコーナーをもっと速く走ろうとはしなかった。よく言われてるね。コーナーリングに入ってターンインした時にフロントの油圧が安定するまでの不安定なわずかな時間、それをマンセルは気にせずにアクセルを踏んでいくことができたけど、パトレーゼはできなかった。でそれはドライビングテクニックとしての2人の差なんですけど、彼の自信を損ないもっと速く走ろうとはしなかった。これも同じぐらい重要なことだと思うんですね。もうマンセルより自分の方が遅いと思ってしまったら、それは大いに影響すると思います。今度は92年当時のパトレーゼのインタビューです。ブラジルグランプリ後のインタビュー、マンセルとの速さの違いについて、アクティブカーがどういう仕組みで作動しているかを細かく理解していることが必要となるんだ。僕の場合そこが問題だったようだ。ナイジェルはその点よくアクティブカーのことを理解していたようだった。コーナーによってはアグレッシブになってはいけない。スロットルを加減気味に使ってディフューザーの利点を生かし、コーナーを加速しながら抜けるのさ。ブラジルグランプリなんで開幕3戦が終わったところですけど、3つのレースマンセルがぶっちぎりで勝ってますよね。でその速さの違いについて、マンセルの方がアクティブカーについて理解していると、そこが問題だったと。で次に、コーナーによってはアグレッシブになってはいけない。スロットルを加減気味に。これ改めてオンボードカメラ見ると分かるんですけど、マンセルが低速コーナーでアクセルをちょんちょんって踏み出すような、背中足みたいにあんなに激しいことでやってないんですけど、排気ディフューザーが失速しないようにやってるのかなと思うんですけど、アクセルをちょんちょんってたまに踏み出してる場面がありますね。パトレーゼはそのことを言ってんのかなと思いますね。そういったアクセルの調整をしながら、ディフューザーを生かして曲がっていくと。コンピューターのデータを見ると、僕がほとんどのタイムロスを高速コーナーでやっていることがわかる。スローコーナーではナイジェルより速いくらいだからね。車を信頼してないとメキシコのペラルータのようなコーナーは全開で抜けられないんだ。高速コーナーはマンセルが速くて、スローコーナーでは僕の方が速いということを言ってますね。おそらくマンセルがスローコーナー遅いんじゃなくて、スローコーナーを次の中速コーナーあるいは高速コーナーへの準備の区間だと思って使ってるんだと思いますね。なのでスローコーナーだけを切り取るとパトレーゼの方が速いんだけど、マンセルはスローコーナーでさっさとスピードを落として次の加速時間を目いっぱい取るためにうまく使ってるのか、もしくは排気ディフューザーが失速しないようにスローコーナーで最低速度が落ちないように曲がってるとか、そんなようなね調整をしながら曲がってんだと思うんですね。で次のコーナーにつなげると。なんで結局トータルで言ったらマンセルの方が全然速いと。車を信頼してないとメキシコのペラル
ルータのようなコーナーは全開で抜けられない。先ほども紹介した通り不安定になる時間もマンセルはアクセルを踏んでるっていうのはありますけど、これもただ単に根性でコーナーに飛び込んでるってわけじゃなくて、先ほどから言ってるようにそのディフューザー効果を強くマンセルは効かせてるはずなので、パトレーゼとか外から見てる人が思ってるよりかはダウンフォースの感触を感じながら高速コーナーに飛び込んでるんだと思いますね。例えばここで言ってるペラルータのようなコーナーということになります。この車のディフューザー効果がどんだけすごいのかっていうのを、ちょっと意外な人マーク・ブランデルさんに喋ってもらいます。ルノー V10 はパワーとトルクの点において本当に素晴らしかった。特に印象的だったのは低回転から高回転域に至るトルクだった。どんどんスムーズになっていくのでブローンディフューザーの効果を向上させることができた。これは FW13 の段階から開発されていて FW14 で採用されたものだ。ブランデルさんがテストドライバー時代にブローンディフューザーの開発もしてたんですね。ここで言ってるブローンディフューザーは要するに排気ディフューザーですよね。だけども FW14 から採用されて効果が抜群だったと言ってますね。今度はパディ・ローさんです。これ FW15C の時も紹介しましたけど、当時はフロアにエキゾーストの出口を設けて排気流でかなりの空力効果を得ていた。後年のブローンディフューザー時代と比べてもその効果ははるかに大きかった。ただリアエンドのダウンフォースはスロットルの開閉に応じて 40% も変動した。この変動しちゃうのはアクティブサスによって緩和することができるということなんですけど、それにしてもアクセル全開で回転を保ってれば単純に 40% ダウンフォースが増大するってことですよね。やはりマンセルはこれを的確に使っていたんだと思います。なのでマンセルとパトレーゼの走りの違いというのは、マンセルはアクティブサスが車高を保ってくれることによってそもそもの車体全体のダウンフォースであるとか、このブローンディフューザーの効果が最大に発揮できることを理解していますから、とにかく最大のダウンフォースが発揮されるアクセルワークであるとかコーナーの立ち上がり方だとか、そういう走り方をしてたので速かったんだと思います。それに対してパトレーゼはあくまで過去の延長線上の走り方、車の理解度が2人とも全く違うのでドライビングも全く違う、結果としてものすごいタイム差になってた、そういうことだと思います。で今紹介したのはドライビングテクニック的な話なんですけど、次はメンタルというかチーム内の立場の話なんですけども、これパトレーゼの私は大失敗だと思ってます。インテルラゴスにおいてパトレーゼは自分がマンセルより遅い理由が他にもあるのではないかと考えた。自分のレースカーに疑念を抱き、パトレーゼは最後のプラクティスにマンセルのスペアカーを使いたいと申し出た。スペアカーの乗り心地はわずかに良かったが、それでもなおマンセルに1秒10の差をつけられてしまった。このブラジルグランプリは第3戦ですから、負け続けたパトレーゼは先ほど紹介したような、ドライビングのちょっとした違い以外にもやっぱり車がなんかおかしいんじゃないかと思ったわけですね。マンセルの T カーを使いたいと言ったわけです。で乗ってみたんだけど結局マンセルに1秒10負けてしまったと。マンセルは契約上スペアカーの使用を保証されているだけにパトレーゼのこの行為にカチンときたようだった。リカルドのレースカーが僕のより悪いはずがない。彼のレースカーを試したけど3周しただけで彼が先日出したタイムを1秒50上回ったんだからねとマンセルは不機嫌な表情で語った。代わりにマンセルはその元々のパトレーゼのレースカーに乗ってタイムアタックしたらパトレーゼより1秒5早かったと。やっぱり車には何も問題なかったんですね。この時のパトレーゼの判断は非常にまずかったと私は思います。まず最初に自分のレースカーがおかしいんじゃないか、マンセルの T カー乗らせてくれと言った時点で自分のレースエンジニアとかメカニックはどう思ったでしょうか。見てないんでわからないですけど気分良くないと思いますね。でウィリアムズというのは技術に自信を持ってるチームですから、このそれぞれのレースカーと T カー、要するに3台の車があるとしてこの3台に性能差って多分全然ないですよね。性能差があったらチームとしてそんなこと許すはずがないので、だけどそれを疑ってしまったと。なのでこの第3戦のブラジルの時点で私が思うにはパトレーゼはチーム内での立場を自分でまずくしたんじゃないかなと思ってますね。で車に対して疑念を持ってしまったので、これ以降のレース何か技術的な問題があっても自分から強いことは言えないんじゃないかなと思います。でマンセルの T カーを使ってしまったの
のでマンセルにも貸しを作ってしまいましたよね。そういうことを全部加味して考えると、もうこの時点でパトレーゼはマンセルにこの年勝つことはできないって決まってしまったと私は思います。まあこんな感じで92年パトレーゼがなんで速くなかったかっていうと、最初に紹介したマシンの理解不足から来るマンセルとのドライビングの違いで、ブラジルグランプリで自分の車はおかしいと思ってしまって車を変えてもらったら全く問題なかった。それによって自分の立場が弱くなってしまった。この2つが92年結局最後までパトレーゼが速くなかった大きな理由だと思います。